プロンプトの最初にあなたはプロの〇〇ですとか入力してる人、それ古いです。今の AI はそんなことしなくても同じ答えが返ってきます。専門学校で授業を受け持つ私がこの動画で図解や画像生成の超基本テクニックを教えていきます。こんにちは、専門学校講師のエラリさんです。古いプロンプトを使っていませんか？プロンプトの最初にあなたはプロの〇〇のように振る舞ってくださいとか、中学生でもわかるように説明してくださいとか、ほんの少し前まで実用的だったプロンプトはもうすでに古くなりつつあります。そうなんです。冒頭でご覧いただいた通り、出力される結果はほぼ変わらないんです。 AI がどんどん進化していて、少し前まで言われていたプロンプトは今でも必要なのかはかなり怪しくなってきています。では一体どういうプロンプトが生成には必要なのか、うまく生成するためのポイントを紹介するのがこの動画です。で、そのポイントを紹介するのが専門学校でデザイン系の授業を持っていて、授業で AI も教えている私、専門学校講師のいられさんと申します。 AI が登場してからというもの、親友よりも家族よりも過去の恋人よりも頻繁に AI と会話しています。非常に悲しい現実ではありますが、そのおかげで授業も行えています。ということでこの動画では AI 画像生成、図解作成の超基本テクニックを紹介していきます。動画内ではチャット GPT を使っていますが、ジェミニなど他の AI でも通用する基本中の基本といえるテクニックです。で、前半では今では古くなってしまった間違った AI のアプローチについて3つお話ししていきます。続いて後半では実際にチャット GPT で図解を作りながら私が実践しているプロンプトのテクニックを紹介していきます。この動画を見終わった頃にはプロンプトを丸暗記するのではなく、何をどう伝えればいいのかが分かってくるはずです。 AI 画像生成、図解作成の超基本テクニックを知りたい方はぜひ最後までご覧ください。と、ここで本編の動画に入る前に、いつもこの動画を見てくださっている皆さんにお願いがあります。このチャンネルは YouTube 登録者数10万人を目指しています。最近は未登録の方も多いようです。できれば私も銀の盾が欲しいので、チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。それでは本編です。間違ったアプローチ、 AI プロンプトの常識をアップデート。それではもう古くなってしまった AI プロンプトの常識をアップデートしていきましょう。具体的には3つのプロンプトを紹介していきますが、いずれも昔は有効だったんですけれども、今ではもう古いものになってしまっているものがあります。早速見ていきましょう。過去の常識1、あなたはプロの〇〇です。こんな文章をプロンプトの最初に書いていませんか？これもう古くなってます。こんなことをしても情報の中身は全然変わりません。これは実際にご覧いただいた方が分かりやすいと思いますんで、試していきましょう。チャット GPT にこんな感じのプロンプトを入力してみたいと思います。あなたはトップ YouTuber のように振る舞い、どうやったらショート動画が伸びるのか、非常にシンプルな3つのアドバイスをください。こんなプロンプトで生成してみましょう。では生成。はい、生成されてきました。もっと短く3つ上げてもらうつもりだったんですけれども、少し長めですね。要約して話していきたいと思いますが、1、最初の1秒で結論を見せる。2、1動画1テーマにする。3、伸びた動画を少し変えて量産する。この3つがポイントとして上がってきました。よくまとまっていていいと思うんですが、本題はここからです。トップ YouTuber のように振る舞いという文章を削除して、どうやったらショート動画が伸びるのか、非常にシンプルな3つのアドバイスをくださいということで生成してみたいと思います。ちょっと私の名前を出してしまっているんでぼかしを一部入れますけれども、で、出力されたのがこちらです。内容を見ていきましょう。1、最初の1秒で見る理由を出す。2、1本1メッセージにする。3、再生数より最後まで見られたかで判断する。
どうでしょう、ほぼ同じじゃないでしょうか。3番だけ言っていることが違うように見えるんですけれども、内容はどちらも最後まで見られたかどうか、視聴維持率という言葉で表されています。つまりもうこれ変わんないんですよ。強いて言うなら最初に私は〇〇として意見を言いますという枕言葉がつくかつかないかくらいなもんです。読むのも書くのも時間の無駄なので、このプロンプトはやめてしまいましょう。過去の常識に中学生でもわかるように、簡単な説明を求めるときに中学生でもわかるように話してという風に指示するとわかりやすくなるというプロンプトなんですけれども、これももうすでに古いプロンプトとなっています。 AI は普段の会話の使う言葉、理解度などからユーザーに適した言葉を選ぶようになっています。こちらも実際試してみましょう。そもそも今の AI は会話をしている人の使っている言葉などでその知識レベルなどを把握してある程度合わせるようになっていますよね。という確認を AI にしてみると、はい、かなりその通りです。今の AI は会話中の言葉遣い、専門用語の量、質問の抽象度、説明への反応などから相手がどのくらいの前提知識を持っていそうかを推測して説明の流度、要はどれぐらい噛み砕いて説明するかを調節していますという返事が返ってきています。だからすでに自分の知識レベルに合った説明をしてくれているので、中学生でもわかるようにというような言い方じゃなくても、ただ純粋にわかりやすく説明してくださいっていう風にシンプルに言えばいいだけなんです。中学生でもわかるようにはもう古いです。過去の常識3、一発生成はずれているということで、今2つご覧いただいたわけなんですが、最新の AI では紙プロンプトで一発生成みたいな使い方がそもそもずれているんです。 AI は会話を繰り返すことでユーザーを理解して精度が良くなるように作られているからです。だから紙プロンプトを入力したら好みになるまでガチャを連打しましょうみたいな、そんな使い方は運任せの時間効率が悪い使い方と言えます。ということでここまでを一回まとめると、プロンプト丸暗記はもう古い、中学生でもわかるようにはもう古い、一発生成はずれている。この傾向は進化するごとに強くなっていて、これからもっと調整不要になっていくはずです。だから使う私たちも AI の進化に追いつかないといけません。と言っても追いつくのは意外と簡単です。やることはシンプルで、古いやり方を捨てるだけなんです。ではどういう使い方が最新の使い方なのか、次のパートで見ていきましょう。正しいアプローチでは、デザイン系を教える専門学校講師であればどのように図解を作成していくのか見ていきましょう。作成する図解は箱根への1泊2日の旅行プランということにしたいと思います。使う AI がチャット GPT で音声入力で入力していきます。これから動画の撮影を始めます。個人情報など表示しないようによろしくお願いします。では早速やっていきます。過去のプロンプトの代わりに伝えるべきはターゲットは誰なのかというところです。この旅行のプランを友人に説明するために図解を作成したいと思います。画像1枚でわかる構成とし、必要な内容が一目でわかるように図解を生成してみてください。ここでのポイントとしては、まずは友人に説明するために図解をしたいという希望を伝えます。ターゲットが誰なのかっていうところですね。で、あと図解1枚で全てが分かるような構成としたいと、画像1枚で分かる構成としということで、複数に分けるんじゃなく、この1枚で全貌が分かるような内容にしてほしいというような要望を伝えているということですね。ちょっとアドリブで言ってるんで全貌が分かるようにみたいなことを入れてませんけれども、ニュアンスを組んで生成してくれるはずです。で、そうこうしているうちに出来上がりそうです。はいできましたね。友人2人で行く1泊2日箱根旅行プランということで、これでいいじゃん
ダメもうこれでいいじゃん。簡単だし、これでいいんじゃないですか。ダメですか？でもそれだとちょっと動画としてどうかとも思いますので、ちょっと方向性変えて、別のテイストにアレンジしてみてもらおうかなというふうに思います。ここで変更するのはターゲットです。ターゲットを変更するだけでデザインもガラッと変わるはずです。では、彼女と2人で出かけるラブラブな旅行をイメージした旅行プランを図解にしてください。はい、できました。こんな感じ。かわいい感じですね。こんなものを作ってくる人なかなかいないと思いますけど。はい。でもここでのポイントは、ハートマークを入れてくださいとか、ピンク色にしてくださいとか、一切言ってないんですね。ターゲットを彼女に変更したっていうところがポイントになっています。ではさらにアレンジを加えていきたいと思います。今度は社員旅行です。ここでは用途と出来上がりのイメージを伝えていきます。では社員旅行という用途で旅のしおりを作りたいと思います。取引先に出すほどのフォーマルさは必要ありませんが、親睦を深める社内文章として適正なデザインで作り直してください。で、今度は社員旅行という用途にしてみました。で、取引先に出すほどのビジネスさ、堅苦しさは不要なんですけれども、社員旅行っていうのは親睦を深めるものなので、ある程度楽しさは必要なんだけどっていうニュアンスを伝えてですね、それで作り直してみてくださいと。ここで言ってるのは用途と制作のイメージだけっていうことですね。その品質についてのイメージを伝えています。おそらくそれでいい感じのものが出来上がってくると思うんですが、そうですね。色味が変わった感じではありますけれども、すっきりとまとまっていて良いのではないでしょうか。これでもっとフォーマルさが欲しければ、もっとフォーマルでビジネス的なものに仕上げてくださいというだけですね。その他に自分が考えている問題だったり課題だったりを伝えても良いかと思います。例えばこんな用途で使えるっていうのであれば、持ち物を忘れる人が多くて困っています。持ち物のチェックリストは重要項目として取り扱い、目立つように配置してください。また自分でチェックを入れられるように空白のチェックボックスを入れて、持っている人が鉛筆でチェックマークを入れられるような形に修正してください。自分が持っている問題、課題といったあたりを、今度は伝えるようにしてみました。私は今アドリブでチェックボックス入れられるようにしてくださいと言いましたけれども、私らしさっていうところでしょうかね。自分でチェックボックス入れられるようにしてくださいみたいな、私の個性がここに反映されてるっていうところでしょうかね。この辺のアイディアもですね、 AI に聞いてみるのも良いかと思います。はいこんな感じでね、必ず確認目立つようになりましたね。で、着替え、カメラなどなど出発前にチェックを入れようということで、細かい文章については指定していないんですけれども、こんな感じで気を利かして作ってくれました。あと AI の特性として過剰に情報を詰め込もうとしたがるので、不要な部分は削除してくださいと伝えるといいですね。もうちょっとビジュアル重視でも良いのかなっていう気はしますかね。例えばこのみんなで出発、気をつけていきましょうみたいな、気をつけていきましょうとかいらないので、もっとスッキリ仕上げてくださいとか、そういったことを言っても良いかなと思います。タイムスケジュールの画像の下にあるキャプション、みんなで出発、気をつけていきましょうなどの文章は不要です。もっとシンプルな形で仕上げてください。キャプションといえば一応この文字の下のここの部分ではあるんですけれども、あまり誤解のないようにですね、ここなんだよっていうのをズバリ指定したかったので、みんなで出発、気をつけましょうなどの文章は不要ですということで、この辺のもの一切削除してくださいという依頼を出しました。はい、無事意図が伝わりましたね。ここの文章がすっきりされて、他のものがその分大きく表示されているっていう状態になります。こういったスペースをここ削って、それで他の重要な部分はもっと大きいスペースを確保するみたいな、そういったことが可能になりますので、ここ目立たせたいんだよなっていう時は
上から下までいっぱいこうびっしり詰まっているので、ここいらないからこっちは大きくしてみたいな、そういった、スペースの配分なんかも自分の中で決めてあげると良いかと思います。ということでまとめです。今回ご覧いただいた通り、 AI で図解を作るときに決まったプロンプトはもう必要ありません。その代わりに必要なのは、ターゲットを設定する、用途を決める、課題があれば伝える、重要な部分を指定する、不要な部分は削除する、この5つです。でもこれを最初から全部完璧に揃える必要はありません。この動画でも最初はターゲットだけを伝えて、出てきたものを見ながら用途を変えたり、課題を伝えたり、目立たせたい部分を指定したりと、一つずつ足していきました。こういう使い方が現代的な使い方だと思います。つまり AI をうまく使うコツは、長いプロンプトを覚えることではなく、出てきたものを見て、この5つのうち何が足りないのかなと気づき、対話の中で伝えていくことです。これに気づけるようになると AI で生成できるものの質がかなり変わってくるはずです。で、デザイナーさんたちは普段からそういう仕事をされているので、画像生成もうまいということになります。ぜひ皆さんも図解してみたいものがあれば、ターゲットを伝えるところから始めてみてください。で、そういったデザインの基礎なども含めながら、イラストレーターも学べる私の有料講座もおすすめです。大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。